ネパールには素晴らしい世界遺産が点在しています。美しい自然や歴史的な遺産は世界中で注目を集め、草原な山々や美しい谷が多くの観光客を引きつけています。Namaste everybody, Guy San is here. 今回はネパールの豊かな歴史と美しい自然が融合した素晴らしい世界遺産第4選ということでお話ししていきたいと思います。ネパールの世界遺産はヒマラヤの壮大な景色から古代の寺院まで多岐にわたります。今回の動画を通じてネパールの世界遺産にスポットを当て、その美しさや歴史的な価値に触れていただき、皆さんもネパールに行きたいなと思ってくれたら幸いです。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄の方で応援してください。また、ガイさん公式 LINE の方も作ってあります。こちらではネパールについて何でも聞けますので、いつでもテキストを送ってください。それではネパールの素晴らしい世界遺産、早速見ていきましょう。ネパールはその美しい自然と深い歴史により数多くの世界遺産が点在しています。まず最初にこの国の魅力の一端を知るためにその多様な文化や風景に触れることが不可欠です。ヒマラヤ山脈が国土を彩り、ネパールは神聖な寺院や歴史的な遺産が息づく土地として知られています。ネパールの世界遺産はその地域ごとに異なる特色を持ち、訪れる者に多岐にわたる魅力を提供しています。例えばカトマンズ渓谷には古代の建造物や聖なる寺院が点在し、パタンやバクタプールなどの歴史的な街並みや時の流れを感じさせてくれます。さらにルンビニの聖地は仏教の聖地として知られ、仏教の開祖釈迦の誕生地として親しまれています。ネパールの世界遺産はその風景や歴史的背景から生まれる独自の美しさがあり、これらの場所を訪れることでネパールの文化と歴史に深く触れることができます。ということで早速今回はネパールの世界遺産4つをご紹介していきたいと思っています。ではまずネパールを代表する世界遺産1つ目はサガルマータ国立公園です。サガルマータ国立公園はネパールを象徴する世界遺産の一つです。この公園には世界最高峰であるエベレストがそびえ立ち、圧倒的な自然の壮大さが感じられます。エベレスト登山を目指す冒険者たちにとっては、この国立公園が挑戦の舞台となり、その雄大な風景が夢と感動を与えています。また旅のスタートはカトマンズからルクラ空港へのフライト。飛行機から広がるヒマラヤ山脈の美しい景色はまさに一生に一度の絶景となります。ルクラ空港に到着後はシェルパ民族のふるさとであるナムチェバザールが旅の拠点となります。ここでは国立公園博物館、シェルパ博物館やホテルエベレストビューのジャンボチェも訪れるべき場所で、ネパールの歴史や文化に触れながら旅の思い出を紡ぐことができます。またタンボチェにはエベレストを見下ろせる総院があり、マニリンドゥ祭では仮面舞踏が行われます。そしてエベレストビューが楽しめるホテルエベレストビューは世界で最もエベレストに近いホテルとして知られ、夜になると満天の星空とともにエベレストの壮大な姿を堪能できます。まだまだ行きますよ。サガルマータ国立公園へのトレッキングはルクラからナムチェへの徒歩約2日間が必要ですが、高山病には十分お気をつけください。ベストシーズンは10月から12月と3月から5月で、この時期に訪れるとヒマラヤの美しい景色を満喫できます。宿泊はもちろんホテルエベレストビューで、全室エベレストビューの客室からエベレストの美しいパノラマが広がっております。特に名物の親子丼を味わいながらエベレストの絶景を楽しむこともできますので、楽しんできてください。そしてトレッキングには高山病の準備が必要なので、飴やマスク、ウェットティッシュなどの持参が便利です。また非常食や携帯食、こまめな給水と寒さ対策のための手袋や帽子も必要です。ただし登山者エリアでは盗難やスリに注意が必要で、変化に対応できる服装と紫外線対策も重要です。サガルマータ国立公園での冒険を楽しむ際にはこれらのポイントを心に留めておいてください。さあ一つ目からとても深い内容になりましたが、ここからはネパールを代表する世界遺産2つ目、それはカトマンズ盆地です。ネパール最大の盆地でヒマラヤ山脈に位置し、首都のカトマンズ、パタン、バクタプールの3つの市で構成されています。
カトマンズ盆地はもともと湖で肥沃で緑豊かな土地であり、標高が約1300メートルなんですけども、沖縄とほぼ同じ緯度で位置していますので、年中温暖な気候に恵まれています。この盆地はチベットとインドを結ぶ交易の中継点であり、仏教やヒンドゥー教の聖地としても知られていて、多くの寺院や彫刻などの宗教芸術が花開きました。特にカトマンズ盆地の3つの市、カトマンズ、バクタプール、パタンにはそれぞれダルバール広場があり、これが特徴的なんです。カトマンズはネパールの首都であり、マッラ王国時代に宮廷や寺院が建設され、現在も王族の儀式が行われています。バクタプールはアナンデ・デブ王によって建設され、信仰の町として栄え、ネワール族の建築物や彫刻が見られます。そしてパタンはマッラ王国の首都で美の都と呼ばれ、アショカ王によって建てられた仏教寺院が残っています。ネワール族はカトマンズ盆地の先住民で、マッラ王朝を築き、ヒンドゥー教と仏教が混合した独特な宗教文化を発展させました。彼らの木彫り技術や金属工芸はアジアに大きな影響を与え、多くの精巧な彫刻や建築物を残しています。ネワール族の信仰の一環として、クマリと呼ばれる生き神が選ばれ、道を予知し、病を治し、願い事を叶えるともされているんですね。カトマンズ盆地はその豊かな歴史と文化、宗教芸術が共存し、訪れる者を魅了する世界遺産の一部となっています。はい、ではお次、ネパールを代表する世界遺産3つ目は、ルンビニです。この小さな村はネパール南部のテライ平原に位置し、仏教の開祖であるお釈迦様の誕生地として知られています。マウリア朝時代に建造された石柱や釈迦に関連する考古学遺跡が点在し、仏教の四大聖地の一つとして巡礼者が集まる聖地としての役割を果たしています。ルンビニー聖園には釈迦の母であるマヤ部人が休んだとされる菩提樹や釈迦のための産湯として使用されていた池があります。これらの聖なる場所は仏教の歴史と信仰の象徴となっています。ルンビニが世界遺産に登録された理由は、アショーカ王の石柱による釈迦の誕生地としての確認、そして古代の聖社やストゥーパ遺跡の発掘による歴史的価値があるためです。アショーカ王の石柱は特に重要で、釈迦の誕生地であることを示す確かな証拠となっています。現在のルンビニは小さな村でありながら、ブッダの誕生地としての歴史と遺跡から高く評価され、仏教徒や世界遺産愛好者にとっては重要な巡礼地となっています。この場所は静寂と信仰の空気に包まれ、訪れる人々に深い感動と精神的な魅力をもたらしてくれるでしょう。さて、最後、ネパールを代表する世界遺産4つ目はチトワン国立公園です。この公園はネパールの亜熱帯に広がる広大な草原と森が世界遺産として登録されています。ここではベンガルトラやインドサイなどの希少な動物が生息しています。この自然が手つかずのまま残された地域は1973年に国立公園に指定され、その美しい生態系と多様な生物層が評価され、世界遺産に登録されました。公園内の広大な約932キロ平方メートルの敷地には40種以上の哺乳類や多種多様な動植物が生きており、生態学的な豊かさが感じられます。また、チトワン国立公園で特に人気のアクティビティは象に乗ったジャングルサファリです。このサファリではネパール固有種の一つであるアジアゾウを利用して自然な環境で野生動物を観察できる贅沢な体験ができます。サイなどの野生動物との触れ合いは訪れる人々に感動的な瞬間を提供してくれることでしょう。また、公園内でのアクティビティとしてはカヌーで川を下るスリリングなツアーやジャングルウォーキング、バードウォッチングなども楽しむことができます。また、周辺には先住民のタルー族や移住してきたタマン族の村が広がっており、これらの地域を訪れることで伝統や文化を垣間見ることができると思います。タルー族やタマン族の生活様式や独自の祭りに触れていくことでネパールの多様性を感じ、地元の人々との触れ合いが旅の思い出を一層豊かにしてくれると思います。自然と文化が交わる美しい場所、チトワン国立公園は
ネパールに行く皆さん、旅行者の方にはぜひとも訪れていただきたい場所です。はい、これでネパールの世界遺産巡りもここで一旦終わりとなります。もちろん他にもたくさんの世界遺産がネパールにはありますので、これからもご紹介していきたいと思っています。最後に総復習していきたいと思います。ネパールを代表する世界遺産1つ目はサガルマータ国立公園でした。サガルマータ国立公園では世界最高峰のエベレストが誇らしげにそびえ立ち、冒険者たちに感動の瞬間をもたらします。その雄大な自然美とともに国立公園が抱える歴史と文化も訪れるものを引き込んでいきます。そして2つ目の世界遺産はカトマンズ盆地でしたね。首都のカトマンズ、歴史的なパタン、美しい風景のバクタプールからなり、仏教やヒンドゥー教の聖地が点在しています。それぞれの都市がダルバール広場で織りなす歴史はネパールの魅力を感じさせてくれます。そしてネパールを代表する3つ目の世界遺産はルンビニでしたね。ルンビニは仏教の開祖、釈迦の誕生地とされ、聖地として歴史的な遺跡が訪れる人々に感動を与えていきます。釈迦の母が休んだとされる菩提樹や古代の石柱などがその存在感を示しています。そして最後、ネパールを代表する世界遺産4つ目はチトワン国立公園でしたね。チトワン国立公園は亜熱帯の広大な草原と森が広がり、希少な野生動物が生息しています。ここではジャングルサファリやカヌーツアーなど自然との触れ合いが特別な思い出になると思いますので、皆さんぜひ行ってみてください。はい、お疲れ様でした。これで今回の動画以上となります。この動画が少しでも良いと思った方はグッドボタン、またチャンネル登録の方で応援してください。皆さんが行ったことがある世界遺産ありましたらコメント欄の方で教えてください。またガイさん公式 LINE の方も作りましたので、いつでもどこでもネパールのことについて聞き放題です。連絡待っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。ナマステ。Please subscribe our channel and press like also. Share our video also. Thank you. Bye.